身貴族は何かにつけて独身でいることを効率いいなんて言って正当化しようとするけど、どう考えても40過ぎて人生中盤からの独身は孤独が強くなるだけだと思います。結婚に重きを置きすぎなあだっていうか、できないっていうことじゃなくて、しないっていう選択をしてるってことなんですね。そこ絶対言うよね。そうなんですよ。そうなんです。絶対しない。結婚をしたくないみたいな自分がかっこよくて、心のどこかではできないっていう自分が。石原さんも本気出したらもう結婚なんてできるって思ってらっしゃる？したくないですけど。多分できないと思います。こういうこと言ってる人って絶対結婚できないんだと思いますよ。ありますあります。そう本当ですか？はい、ちょっとめんどくさいですよね。だからいやなんか面倒くさいとか、その女面倒くさいって言ってるのがすごいかっこいいと思ってるように。結婚じゃなくてもいいなと私思っちゃって。それは確かに。そ結婚する前から離婚どうせするでしょうとか、そういったこと考えてるって傍から見たら滑稽だなと思います。シンプルに向いてないから自分でしなくていいやって判断になってるわけであって、それを滑稽っていうのはそっちが滑稽だと思う。皆さんこんにちは、山口です。手前に座っていらっしゃるのが今回スピーカー40歳男性既婚の堀和夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてお隣に座っているのがコーディベーター、現在35歳の男性で独身でいらっしゃいます石原俊彦さん、よろしくお願いいたします。石原です。よろしくお願いします。はい。人生中盤から独身貴族は孤独しか残らない、結婚している夫婦の方が幸福度が高いという定義になります。詳細を教えてもらえますか？結婚はタイパが悪いとか、自分一人で独占していたものを折半しないといけないとか、コストが増えるとか、独身貴族は何かにつけて独身でいることを効率いいなんて言って正当化しようとするけど、どう考えても40過ぎて人生中盤からの独身は孤独が強くなるだけだと思います。自分のためにもお金がないから結婚できないっていう発想をやめて、お金がないからこそ結婚しないといけないに切り替えるべきだと思います。一方で石原さん、どういう主張なんでしょう？これからの時代、はい、独身の人が増えていくので、結局孤独にはならないと思ってて、でそもそもできないんじゃなくて僕ら結婚しないっていう選択をしているっていうところなので、そこは大きなところですね。真っ向に意見が割れていますね。ではゲストの方たちにお話聞いていきましょう。ビリチャムさん。はい、私もあんまり結婚しなくていいかなと思ってるタイプなんで、なんかその堀さんが結婚に重きを置きすぎなあだっていうか、なんか結婚勝ち組と思いすぎだなっていうのは思いますね。続いて木本さん。はい、僕は既婚者なんで、結婚したことの良さとか、デメリットを感じた時もあったし、そんな時期も経て今してよかったなって思ってるから、どうしても結婚いいよっていう立場ですかね。なるほど。そして同じく既婚者ですね、西野さん。はい、私は結婚してもうちょっと2年ぐらいなんですけど、結婚してよかったなって思いますし、やっぱ一人の時よりも幸福度は高いなって思うし、やっぱり自分だけのことで喜ぶというよりかは、旦那さんが何かいいことがあったら嬉しいから喜び倍になるし、幸せだなって思うこと増えました。もうやはり結婚は幸せと。はい。そして新英二さん。自分は今結婚はしてないんですけど、恋人はいて、幸せは2倍になって悲しさは本当は半分、本当はよく言われるやつなんですけど、実際にそうだなと思って自分も結婚することをお勧めしたいなと思います。じゃあ結婚した方がいいっていうのが3名で、ミリチャムさん1人になっちゃいましたね。別にしない方がいいってわけでもないんですけどタイミングだよねと思いますね。そんな。現在おいくつでしたっけ？22になりました。22歳、はい。今回のテーマが一つが人生中盤からの独身貴族というものに焦点が当たっていますけれども、どういった主張が他には？今の時代多様性の時代だし、お金もなかったりとかで自分のことで精一杯だからとか、そういった理由つけて独身でいようとする人は多いと思うんです。でもこれから先の未来を考えた時に、未婚であるっていうのは40代50代になっていくと孤独しか残らないと思うんですよ。孤独って本当に精神的に耐えられなくなると思ってて、そこを回避するためにも
結婚できるなら絶対にするべきだと思います。その孤独しか残らないと思う理由は何なの？いずれ生きていって一人だけの時って生きてて意味あるのかなだったりとか、誰もいなくて家帰って一人だけの時間だったりとか、そういう時に孤独でこの先どうなるんだろうとかって考える時間絶対増えていくと思うんです。パートナーがいれば解決されることだと思うんですね。結婚できるならするべきだと思います。長くお付き合いということだったら木本さん、高校生の時から今の奥さんお付き合いされて、はい、30歳の時に結婚なされて、そうですそうです。もう関係がだから36年ぐらいになりますか？そうですね、36年経ちますかね、一緒にいるようになって。めっちゃいい話じゃないですか。はい、高校から付き合って結婚して、でいや結婚ってやっぱりいいですよって言っとったらすごくやっぱり行儀いいからそうしたいんですけど独身やったらめっちゃいいやろなと思う時も多々ありましたよ。どういう時に？女の子と遊びたい時ですよ。正直遊びたい、とかっていう時は人間やからそういう気持ち高まる、あかんかんあかんあかんかんっていうのと戦わなあかんっていう時期も僕はねそんな時期もあったりして、でそういう時に例えばこの番組出たら結婚肯定派の意見をあんまり言わなかったりとか時期ってありますよね。何歳まで波があるんですか？その女の子と遊びたいは今でもまだこう来る時があるんですか？明らかに騒動後はなくなった。あ、なるほど。それはなんかちょっとなんか他の理由がなんか他の理由はあったね。他の精神的な問題がなんかありそうな気が。でもぶっちゃけで言うと20、30、40前半ぐらいまではやっぱり周りがなんかこうみんなでわーっと男女で遊びに行こうかって言ったら指くわえていいなと思って、俺は妻を愛するキャラっていうのを演じてるとこはちょっとありましたよ。はい、でもやっぱりね今53なんで、はい、53になってきて結局騒動の話なんねんけど、騒動を経たらもう外で遊ばれへんわ。もう何か心境の変化が迷惑かけたからそれは奥さんに。そうです。やしその時にやっぱり支えてくれたっていうのはなんか一番こう結婚しててよかったかなっていう風に思えたんですね。あの時にもし一人やったら逃げてたかもしれんし、なんか自分がこうネガティブなテンションになった時良くない方向に何でもええかっていう気持ちになった時にあかんあかんって引き止めてくれるのはやっぱり妻であり家族でありみたいな。例えば俺お笑い芸人の仕事してるから忙しくなりました、で親は鼻高々になってくれた。でその後俺ら仕事ダーンって20代の後半になくなんねんか、ほんで他のコンビがバーン売れんねんか、でその時にものすごい悔しいし恥ずかしいし、で親に申し訳ないとそんな思いさせて一回なんかうちの息子はスターになるかもと思わしたのに、もう俺やめようかな、逃げようかなとかって思ったりすんのよ。でもあかんあかん親に余計恥かかすなとかって思っても、でも親がおらんかったら俺やめてたやろなとか。家族の存在ってすごい大きくて、私はまあ年齢的におばあちゃんがまだ生きてるからおばあちゃんが喜ぶことまだしてあげたいなみたいな気持ちにはよくなってるんで、そのアイドル卒業した時も、一般人になるっていう道ももちろんあったんですけど、やっぱ自分がキラキラしてる姿を家族だったりおばあちゃんとかがすごい喜んでくれて、これがなくなったらすごい生きる活力も減るし、寂しさもあるだろうしって思ったら家族のために頑張ろうっていう気持ちにやっぱりこの家族のためにいいところを見せてあげたいの一つが結婚の形かもしれませんけど、独身貴族だってどうですか？僕らは誰かのために頑張るっていうか、ってことを、自分の将来のために頑張るっていうふうに思ってて、だから結婚しないっていう選択をしてるのであって、正論、それは正論よ。そうなんですよ。なので誰かのために何かを我慢しながらやっていくっていうことが嫌なので、じゃあ自分の将来のために今のうちから独身で頑張りますっていうところなんですね。もしどうしても好きで他の人に取られたくないって思う女性が現れたらどうするんですか？それ今のところないので、過去付き合った人ももちろんいるんですけど、だんだんこう連絡がめんどくさくなったりああ、そういうタイプの男や。相手に合わせるのがちょっとめんどくさいなって思って、私シンプル向いてないタイプなんじゃない？めんどくさいなって思ってきちゃうともういいからってなっちゃうんですよね。新英二さんはどうですか？
一つ質問したいんですけど、老後ってどういう生活を考えてるのかなと思ってて、貯金とかってされてるんですか？貯金もちろんしてます。はい。どれ詳しい金額は言えないと思うんですけど、はいどれぐらいなんか老後も贅沢できるぐらいは着々とできてるんですか？俺の前でお金の話するんですちょっとナイーブなお話ですけれども、でもしっかり将来見据えている、一人でも生きられるように準備はしている。そうです。だからその結婚してる人は奥さんのためにとかって言ってお金を使うと思うんですけど、自分は結婚しないっていうふうに決めてるので、自分の将来のためにお金を投資するっていうところで、今は要は運用したりとかお金を増やす方向で考えてるので、その心配はないなっていう。その前向きに投資とか運用という言葉使わんでいいすいません。でも CA さん、その質問の意図は結構独身貴族の人たちがよく言うのが、お金が自由がすごいあるから独身貴族でいいやっていう人が多かったので、ずっとそのままでいくと例えば年金だけとかになっちゃったりすると、友達もいない、家族もいない、お金もなくなった時に本当に孤独になっちゃうのかなと思って、お金があるとやっぱりいろんな選択肢も増えますし、そこだけあれば僕はいいんじゃないのかなっていう。そのなんか老後の楽しみみたいなのは何なんですか？一人で生きていく上で何を楽しみとしてるんですか？老後の楽しみですよ。老後は好きなところに自分のタイミングで行けるとか、旅行が好きなので旅行したいとかっていうのはやっぱそうやね。はい。実際この石原さんのこの独身貴族、お金たくさん使えて幸せ、こういう生き方に分かるなと思う部分、皆さんどうですか？共感できるか？わかりますそれはわかる。それはわかる既婚者組もだってお金があれば困らない。でうん家族、それは結婚しててもやっぱお金があったら、喧嘩が減ることもあるだろうし、家族でね、なんかみんながちょっとじゃあディズニーランド、ディズニーホテル泊まろうとかもできるから、それはやっぱ蓄えておくことはいいことだなと。変わりました？結婚してからお金の価値観。でもなんかあんまり無駄遣いしないようにしようとか、やっぱ私は旦那さんがすごい年上なので、じゃあ今子供生まれて、じゃあ旦那さんが働けなくなった時に私が子供を育てていくお金を稼がないととか、その時のために蓄えとかないとっていう、なんかどちらかというと子供に苦労させないような将来にさせてあげたいなっていう考えになったので、あんまそう無駄遣いとか減ったかもしれない。はい。こういった部分もあるからやっぱり結婚した方がいいということ。そうですね。お金を使うことを家族のためにっていうのを結構男にとってはプライドじゃないけどすごい充実感も得られることだと思うんです。大黒柱。そうです。持って家族のために仕事も頑張るんだっていう、そういうことのやりがいだったりとかは一人でいる時よりも絶対結婚してパートナーといた方がいいと思います。そういうのでもたまに嫌になりません？どっかのタイミングで嫌になる時もあります。結婚すると我慢が必要なことも正直あると思うんですよ。それでも未来的に一人でいることと比べたら絶対に結婚した方が幸福度は高くなると思います。堀さんいつ結婚されたんですか？今40歳。はい。30歳の時ですね。30歳の時にやっぱ30が節目。30歳の時にご結婚。そうですね。やっぱり節目なんですかね。そうですね。30になったら結婚しようか言ってて、ほんまに30になったから結婚したって感じですね。その時お金の価値観というのは何か変わったものありますか？いや俺はその頃本当に、仕事がもうゼロになってて、借金だらけやったんですよね。で結婚するのも一瞬悩んだんですけど、一応約束やったし、そこはロマンチックな方を取ろう思って。約束してたんですか？30歳で結婚する。高校の時にね、30になっても結婚してたら、付き合ってたら結婚しようなっていう話してて、で30になったからそこはやっぱりこうね、漫画やドラマの世界の通り、30になったしと思ってサプライズで30になったから結婚しようかって言ったら、嫁さんはなんでって言って約束やんかと忘れていらっしゃった今そのタイミングじゃないんじゃないっていう感じやった。僕の場合逆やったんですけど、そういう時に結婚したのもマジで辛かったんで、迷惑かけたし、ほとんど奥さんの給料で生活してましたんでね、数年間は。それが堀さんの主張の一つでもあるんですよね。そうですね。お金がなかったらもう結婚してなんとか2人でやっていく。はい、お金がないっていう言い訳はしない方がいいと思ってて、国とか政治が悪いからって逃げる人もいると思うんです、でもそういうのに責任転嫁するんじゃなくって、自分だけはどうにか未来孤独に陥らないように、結婚できないんじゃなくて結婚するために自分に向き合う、そういうのが必要かなって思います。石原さん、
このままいくと孤独になるんですって。いや、ならないと思いますね。別に僕らは国や政治のせいにしてるわけじゃなくて、国や政治のせいにしないために、今自分たちができることをやってるっていう、自分のために投資してるっていうだけの話なので、そう。今はそれでいいかもしれないですけど、20代30代の若い時でも将来を考えていった時に本当に孤独で辛くなると思いますよ。いや、そんなことないと思いますね。もし愛情欲しくなったらキャバクラとか行けばいいじゃん。あ、そう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 。簡単やな。それキャバクラでもう幸せを得られる。だってもうそういうお仕事じゃん、キ確かにャバクラの女の子。ちやほやしてくれてあげてくれる。そう。それは本当の幸せですか？その人にとっては別にいいんじゃない？でもその場合って見とってはくれないですよね、そのキャバクラの女性が最後見とってはくれないんででもなんかそういう仕事できそう。悲しいですよね。それまでね円満な家族でだったら絶対自分が時は見とってくれるしお葬式もしてくれるだろうし、でも孤独な場合はそういうのはいいんですか？もう一人で。今だって他とかも結局手放す人がいる時代なので、そこまで深く考えてないというか、誰かが見とってくれる人絶対にいるので、その心配はしてないですね。そのためにお金が必要っていう。施設入ればいいしね、そうです、はい。お金あればね。まあ、石原さんも本気出したらもう結婚なんてできるって思ってらっしゃる？したくないですけどベースしたくないがあるんですけど、はいはい。多分できないと思います。こういうこと言ってる人って絶対結婚できないんだと思いますよ。したくないんじゃなくて。でもできないでも別にそれでもいいってことやもんね。できないっていうレッテルで。できないっていう考え方自体が僕古いと思ってて、僕らできないっていうことじゃなくて、しないっていう選択をしてるってことなんですね。そこ絶対言うよね。そうなんですよ。そうなんです。絶対しないです。西野さんどう思いますか？この結婚しないという選択が今、しないんじゃなくてもできないんだろうと言われました。どうでしょう？なんかいやわかんないですけど、その結婚をしたくないみたいな自分がかっこよくて、心のどこかではできないっていう自分が隠れてるんじゃないかなっていう風に見えてしまったんですけど、その今まで女性に結婚を考えてるんだとか言われたことはあるんですか？ありますあります。そう本当ですか？はい、ちょっとめんどくさいですよね。だからいやなんか面倒くさいとか、その女面倒くさいって言ってるのがすごいかっこいいと思ってるように自分が正しいと思ってる感じがして。別に女なんていらないし金さえあれば生きていける俺みたいな風になんか感じちゃう。ちょっと強がりに感じてしまう。でも今は本気でそう思ってるってことですそう、もんね。本気でそう思ってるんですよ。今はね。はい。絶対に変わらないっていう自信はあるんですいや、絶対変わらないですね。でもめっちゃくちゃその子のこと好きっていう風な沼にはまるぐらい好きになったことあるんですか？そこまでないかもしれないです。それは一つあるかもね。今後のこう未来で可能性としては、もう俺はその今の奥さんもめちゃくちゃ好きで、も会えばもう毎日付き合いたての時はもうとにかくもうひっついておきたい、もうそれ毎日でもそういうことしたい。そういうことした仲い。良くしたい、仲良くしたいという、はい。仲良くしたい。でもなんか濁したからなんかちょっと急に嫌だな。夜をイメージしちゃいましたけど。もう気持ち悪かったね、なんかね。でもそっから始まっても常に仕事も手つかんぐらいドーンってハマるっていう経験をして結婚を経てるんですよ。そうじゃない人もいっぱいいるのは分かるけど、だからそういう経験までして、いやでも俺は結婚は別やねって言うんやったら俺多分それ本物やと思うねんか。確かにそう思います。だからその可能性はゼロではないと思うし、そういう恋愛してみたいっていう願望はないですね。そこがないんや。まず仕事さえあれば孤独にはならないっていう考え方なので、そこがないんですよね。なるほどね。そこから違うんやな。はい。そうなんですよ。木本さん、ちょっと話聞いていて立場がすごく似ていて、はい、私も35歳独身で結婚できないんじゃなくてしないんですっていうタイプなんですよ。そっちなんですか？自分も木本さんと一緒で結構沼っちゃう。付き合いたての時は仕事を本当にほぼしなくて。俺は仕事してたよ。でも結婚したら終わりだなと思ってて。そこまで結構みんな不倫とかするじゃん。じゃあいらねえと思っちゃう。人間って欲望があるから。男としては自分一人のために頑張る仕事とかよりは誰かを守るための仕事とかの方が男に限るかもしれないですけどやりがい、そういうのは絶対上がるなとは思ってて、